こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩画に関する動画や絵のメイキングをアップしています。初心者さんも気軽に楽しめる猫のポーズや顔の描き方を紹介してきました。今回は猫の口元にフォーカスします。開いた口って思ったより難しいというか複雑な形をしていますよね。今回はあくびや舌を出した表情など基本も含めて全部で5種類のお顔のバリエーションを描いてみたいと思います。猫が口を開けた表情を描きたい時の参考になる内容だと思いますので、よかったら最後までご覧ください。使っている画材の詳細は動画の説明欄をご覧ください。それでは描いていきますね。まず口を閉じたノーマル顔、普通の顔から描いていきます。正面から見た顔を描きますね。まず丸く顔を描きまして、4分割するように十字の線を引きます。そしてこの上の両側から三角形の耳を生やします。この十字線の横線の上に大体でいいので目を描きます。目尻を上げて目頭を下げるように描くと猫目っぽくなります。そして十字線の交わった中心より少し下に逆三角形でお花を描きます。このお花の下に口があるわけですけれども、なんというかオメガみたいな形で描くと閉じている口が描けます。この口のぷくっとした膨らみからおひげが生えています。それから目のちょっと上のエリア、この辺ですかね。からもおひげが生えていて見えることが多いです。そしたらガイドラインを消しつつ形整えていきますね。次に舌が出ている顔を描いてみたいと思います。あえて出しているのかしまい忘れているのか、お茶目な表情ですよね。この顔は比較的簡単に描けると思います。まず丸を描きまして、十字線を引いて4分割します。そして三角形の耳を生やします。ノーマルな顔と同じように目鼻口も描いていきます。お口まで描けたらちらっと舌を描きましょう。舌先が丸く覗いている時もあるんですけれども、猫の舌は細長いので少し先を尖らせるように描いてみてもいいかもです。あとはひげの位置も同じです。口の膨らみと耳の上から生えています。そうしましたら次はニャーと泣いた時のその瞬間の顔を描いてみます。丸くお顔を描いて、十字線を引いて、三角形のお耳を生やしまして、横線の両側に目、中心から少し下がったところにお花があります。どれぐらいニャーしているかにもよるんですけれども、普通の顔と比べると本当に少しだけ鼻が上に上がって見えることがあります。眉間に力が入っているイメージですね。でも今回は普通の口にしたいと思います。この辺は本当にわずかな差なので、あまり神経質にならなくても大丈夫です。そしてオメガでお口を描いていきます。ノーマルの時の顔と比べて気持ち口の端を上げてむにゅっと描くと良いです。そして口を描きます。この時下顎をやや平らに台形になるように描くといいです。シャープに描いてもいいんですけれども、
下顎に歯が生えているスペースも考慮しながら描いてみるといいと思います。歯に関しては上下とも見えていることもありますし、今回は下の歯とちょっと下が見えているという風にしてみます。口の膨らみと目の上からおひげを生やします。次にあくびをしている顔を描きます。ここからは口を大きく開けた表情になります。ちょっと猫の口の中の図を簡単に描いてお見せしますね。口を開けるとまん丸ではなくて、少しカーブするように上顎と下顎があります。こっち側が上顎で、こっち側が下顎です。まず上下とも犬歯がよく見えます。犬歯と犬歯の間にすごいちっちゃくて可愛い前歯があります。口を大きく開けているときはこの小さな前歯が見えることがあります。臼歯とか他の歯も生えています。そして喉の奥から舌が生えています。舌は細長くて口の中心、だいたいこの犬歯と犬歯の間に収まるように見えています。ざっくりとでもいいので口の中のイメージを持っておくと描きやすくなるかなと思います。それではあくびの顔を描いていきましょう。まず顔の丸、そして十字線を引いて三角形の耳を生やし、横線の上に目、あくびをしているので閉じた目にしてみます。まっすぐ横棒よりも目尻側に向かって上げさせると良いです。鼻の位置はこの中心よりやや下なのですが、ノーマルの顔よりも本当に少しだけ鼻の位置を上げます。鼻根がぐっと持ち上げられています。そしてオメガを描きますが、このオメガの形も少し持ち上げて描きます。そしてこの持ち上がった先端を少し削ります。そこから柔らかく曲線でつなげながら開いた口を描きます。ガバッと縦方向に開きましょう。ちょっとはみ出しちゃってもいいです。そして上下の犬歯と下を描きます。前歯とか他の歯もあるんですけれども、だいたい暗くなって見えないことが多いので、省略してもいいと思います。口を大きく開けているので、ちょっと顔が縦長に見えるというか、ほっぺも持ち上がっていて、ノーマルの時よりかは顔の形がちょっと変わって見えます。おひげの生えている位置は一緒です。それでは最後にシャーッと威嚇している顔を描いてみます。口がぐっと大きく開いて、途中までの描き方はあくびの顔と似ています。丸を描いて、十字線を引いて、上側から三角形の耳を生やします。横線の両側に目。この時つり目気味にやや細く、ちょっとこう三角形のような感じで描くとシャーッと怒っている感じが出てきます。十字が交わった中心のやや下に鼻があります。ノーマルの顔より少し上目に鼻を描いて、なんなら少し眉間にシワを寄せてもいいかもしれないです。口の描き方はあくびと似ていますが少し違います。口のオメガをぐっと持ち上げて描きまして、ここまでだとなんだかちょっととぼけた顔ですが、ぐっと大きく口を開きます。下顎に向かってちょっとすぼんでいるような形ですね。そしたら上下の犬歯と下を描きます。おひげはピーンと緊張している感じに、あくびの時と同様にほっぺがキュッと持ち上がって、やや顔が縦長に見えます。
というわけで今回は猫のお口に注目して5パターンの表情を描いてみました。よかったら参考になったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。口が開いているのか閉じているのかで印象がガラッと変わりますよね。基本の顔の描き方動画もありますので、横顔とか斜めからの角度がついた顔の描き方を知りたいっていう方はぜひそちらもご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。